木下優香です。今日はね、じゃん、ミルフィーユチーズハムカツを作りました。すごーい。チーズとハムが重なり合って美しいですね。でもこれちょっと作るのね、大変だったんですよ。3人がかりで今日は作りました。じゃあ作り方いきたいと思います。ハムです。すごいたくさん。そしてこちらがチーズです。ハム、チーズ、ハム、チーズ。これチーズは今日はチェダーチーズを使っております。これくらいの分厚さに重ねたらこれで完成です。そしてこのはみ出たハムを切ります。四隅をね。はい、こんな感じですね。綺麗に切れました。丸になりました。はい、そして衣をつけます。こちら卵と小麦粉が入った液ですね。ここに出して、そしてパン粉。衣をつけたハムを揚げます。はい、ちょっとなんか衣が取れちゃったけど、まあ OK です。卵液の小麦粉の濃度が低かったかもしれないですね。ちょっと小麦粉を足して作ります。はい、じゃあね、断面切ってみます。さあ、チーズがとろけるんでしょうか？結構硬い。結構なんかあれですね、とんかつみたいにちゃんと弾力あるんだな。おー、美味しそう。じゃーん、完成です。もうめっちゃ美味しそう。いただきます。ソースも何もつけずに食べてみます。その前に、これ私の飲み残しのビール。ぬるい。やっぱハムカツにはビールめっちゃ合うんだよな。これはお中元でいただいた天然水の生ビール。貯蔵家の贈り物、夏仕立て。じゃぬるいんだよな。冷蔵庫入れるの遅かったんですよね。乾杯。香りが高い。美味しい。そう、さっき撮影したんですよ。軽い撮影だったんですけど、その時のビールがちょっと残ってて。切ってみます。おー。なんかほんとミルフィーユみたい。美味しそう。チーズハムカツってまともに食べたことなかったような気がするけど、これすごい美味しいね。なんかハムカツってさ、とんかつとハムカツあったらさ、なんとなくハムカツ頼まないじゃないですか。なんかとんかつの上位互換的なイメージだったから頼まなかったけど、ハムカツめっちゃ美味しい。おー、すごいすごい怪獣みたい。なんかこういう化石ありそう。伝わるかな？この私の微妙な例え。美味しい。ハムとかチーズに味をつけたわけじゃないのに、十分この2つの味だけで美味しい。でもハムって美味しいもんね。私よくつまんで食いして怒られたわ。塩とかでもいけるかも。よし、ここでソースをかけよう。ハムカツにはウスターソースってイメージがある。その用事があった。これをね、重ねるためにね、竹串刺してたんです。ソースの味が加わっても美味しい。基本ソースはさ、お好みソースみたいなドロッとしたソースのが好きなんだけど、ハムカツにはウスターの方が合うかも。染み込んですごく美味しい。衣に。ビールってさ、味まずいよね。ビールうまいんだけどさ、苦いじゃん。なんで飲んでしまうんでしょうかね。不思議ですね。なんか最初の一口がすごく美味しいんだよな、ビールって。キンキンに冷えたビールがいい。カイジもね、言ってたように、キンキンのビールがね、いい。
美味しい。このマヨネーズのこってりした酸っぱさが加わってさらに美味しい。でっかっなんか結構顎が疲れてきた。積み重なったハンゴを噛むの結構、ほんと1個だったらいいんですけど、この量食べるとちょっと顎に疲労が残りますね。そういう場合はね、口に入れる前によくちっちゃく切って口に運べば顎の負担がね、減らせます。で、こうやって噛んでる間に目の前の具材を切る大食いを決定戦で学んだ技です。別に今は誰とも戦ってないですけど、ハムカツとの戦いです。最近さ、歯がめっちゃ痛くなったって話したかどうかはちょっと覚えてないんですけど、めっちゃ痛くなったんですよ、奥歯が。もともと歯の治療をしてて、で、レントゲン撮った時にそこ虫歯が映ってなかったんですよ、めっちゃその痛い歯。でも、急に痛み出して、で、連絡して歯医者さん急遽行って、話したねなんか、した気がする。でも多分、初めて聞く人もいっぱいいると思う。穴を開けて、中見てみたら、耳が溜まっとって、そんぐらいの炎症してたんですよ、歯の。神経なのか、歯茎なのか、神経かな神経ある歯だから。だからもうなんかそれってさ、噛むダメージがいってんじゃないかなって思うよね。ずっと噛んでるからさ、この何キロか何トンかわからんけど、この力がさ、ずっとこうやってるわけよ、私は。で、しかも私はさ、人の10倍それがさ、されてるわけなんですよ。それは歯もね、ちょっともう勘弁してくれよーってなっちゃいますよね。いやー、本当に37歳にして、まだまだ人生先長いですからね。歯はね。いやー、ちょっともっと医療が発展してくれることを願うばかりです。どんどん歯のね、あれもね、進化してますからね。なんかインプラントとかさ、いろいろ新しいものがどんどん出てくるからね。ほんとね、今、時代を生まれて幸せ、私は。結局。おいしい。この痛みはよくわかんない痛みなんだけど、こっちがなんか痛くなってるような気がするんですよね。いやー、こっちも同じ症状だったら嫌だな。嫌だな。で、こっち痛いうちはさ、かばってこっちで噛むじゃないですか。こっちが悪くなるじゃないですか。そういうのあるよね。ちょっと冷えてきたんで、一旦温めながら食べます。おはようございます。温める前にちょっと横になろうと思って横になったらそのまま寝てしまって3時間ぐらい寝てしまいました。いやー、疲れているのですかね。いや、私今目覚めて思ったんですけど、レンジで温めるよりも中心がね、これ暖かくならんけどべちょってならんからね。焦げないように気をつけないといけないんですけど、顔がさ、もうちょっと寝ただけでパンパンじゃないですか。これさ、寝起き絶対声が私ね、寝起き絶対声がガラガラなんですよ。今はもうちょっとしか寝てないからこんなもんなんですけど、普通の朝はもっとガラガラで、私さ、ショートにも上げてるんやけど、編集した動画に自分のアフレコをつけて TikTok に上げてるんやけど、そのアフレコを編集がギリギリ朝起きてすぐアフレコやったんよ、私。化粧もせず、顔も多分洗わないままして、そしたらさ、声ガッサガサでさ、案の定ね、私にとってはいつものことやったけど、声ガッサガサやけど、寝起きやからええわ、と思って、でもさ、見てる人から寝起きとかわからんし、寝起きが声ガサガサになるっていうことも知らんのに、いいや、と思って、それで言ってしまって、コメント欄で、めっちゃ声ガッサガサ誰かと思ったみたいな。どうしたんですかってすごい心配されて、すいませんでした、本当に寝起きなだけでした。本当に、もうよく寝るんですよ、私は。もう寝るの好きなんですよ、もう。でもちょっと寝たらね、パワー回復してそう。顎のパワーが。顎のパワーが、ここに溜まってきたぞ。
まあ結構、これだけじゃ冷たいな。ビールはぬるくて嫌すぎたんで、氷入れました。美味しい。レンジで温めて、それから油。いやー、寝ちゃうんだよな。冬になるとマジで睡眠時間増えるんですよね。いや、仕事しなくなるんですよ。本当に、私、冬眠する血が流れてるのかなって、ご先祖冬眠する種族だったのかなって思うぐらい、冬になるとマジで活動できなくなるんですよね。朝も最近本当起きるの辛いし、冬ってだからね、行きづらいんですよね。冬はね、冬眠するための季節なのかな。ほら、人間は年がら年中働いてて、偉いですね。季節関係なく働きますからね。正月とか夏休みはね、休みますけどね。いやー、夏休みよりね、冬休みをちょっと私は長くしてほしいんですよね。こういう体質だから。暑いはい。ちょっと泡のやつが飲みたくてね、生姜ジュースを持ってきました。シャンパンじゃなく。最近さ、食べてる途中で眠くなるんだよね。年かな？限界かな？これよし。これで出来たての美味しさが保証される。おいしい！便利ってさ、温まり方にさ、ムラがあるよね。熱の熱々の時と冷え冷えのところがさ、混在しとって困る。まあでも、おかず全部ってちょっとしんどいんですよね。何をぐちぐち言っとるんかって感じかもしれないですけど、ご飯とおかずってあると結構食べれるんですけど、全部おかずと疲れちゃうんですよね、途中で。特によく買わないといけないものだとね。12時を超えました。シンデレラボーイ。大変だ、私。3日後、レーシックの検査でコンタクトしちゃいけんから、急いでこれ食べ終わらんと、コンタクト取れない。なんで寝ちゃったんだろう。本当にこういうことよくありますよね。なんであの時自分は寝ちゃったんだろうっていう勉強しようの前とかね。あとこの仕事片付けよう。ちょっと寝てからの時とかね。寝すぎちゃったりするとね。でも寝起きですぐ揚げ物ってのもすごいですよね。それはそれで。ポン酢かけよう。けどいいか。ちょっとポン酢タクタクすぎたけど、ちょっとさっぱりしていいですね、これはこれで。さっき私まとめサイトに撮ったんですよ。宮崎駿先生の失礼があって、もののけ姫とか、千と千尋と神隠しのね、トトロとかね。宮崎駿先生が30代の後半から40代の後半が一番クリエイティブだったみたいなことをなんかお話をされてたんですよ。で、私は本当にもう30代後半はもう老後の始まりかなぐらい思ってたから、それを読んですごく励まされましたね。これからもっと私からはね、何も語彙力ないけど、何も生み出さないけども、意欲的になんか取り掛かれるのかなと思ったら超楽しみです。残りも温めます。ちょっと硬いな。ほんとやっぱ冷えてるとカチカチや。言うて40代後半までに作った作品、そのトトロぐらいまでなんですよ。宮崎駿先生は残りカスみたいなものでなんとなく作ってるみたいなことを言ってたけど、もののけ姫とかはもうそれぐらいの年齢なんですよ。残りカスでもののけ姫とか千と千尋を作れるってすごいですよね。でもなんか残りカスってそういう言い方が悪いけど知識なんですよね、きっと。だから40代後半まで創作意欲は一番上がってて、でその後は知識でやるっていうあれでしたよね。だからまだいける。20代の時はできたことできないこと、30代の時にできてることできないこと違いますからね。いいこと言ったじゃん。このよビールとね、この生姜ジュース。生姜ジュース美味しい。好き。
きりする。で今私は創作意欲が一番高まっていますよ。何も創作してないけど。最近さ、私 LINE 漫画でサバイトやったら終わるっていう漫画を読んでるんですよ。LINE 漫画って1日1回無料で読めるんですよ。結構毎日読んでる。で、くだらなくて面白いです。サバイトやったら終わると、エコエコアトラクト、この2つ必ず毎日見るかな。一番新しいとこまで行っちゃうと、その新作が出るまで1週間に1回とか2週間に1回待たないといけないんやけど、まだ在庫がある分には毎日読めるんですよ。サバイト、エコエコはまだ在庫がたくさんあるので毎日見れます。これからしたらまだ面白いんだよね。昔の漫画がなんか好きなんだよね。なんか雰囲気というか、なんか読みやすいんだよね、昔の漫画。絵の太さなのか何なのか。絵の太さかな、なんか線が細いんだよね、新しい漫画は。あと書き込みが多いかな。なんか書き込みはあっさりしてて、線がいい感じに太さ、細さあって、みたいな漫画が好きかも。読みやすい。もしかしたらスマホサイズで見るからかもしれないけどね。で、Webtoon はさ、全部縦だからさ、スマホのために漫画のコマが考えられておるから、すごい読みやすいもんね。ちっちゃいんだよね、スマホのさ、大きさでさ、普通の漫画読もうと思ったら。疲れちゃうの。いっぱい字があって。字を読めないとかじゃないんですけど、本が読めないとかじゃないんですけど、漫画もうちょっと気楽に読みたかったりする。こちら。寝ると喉乾くよね。メール。メールはね、お散歩ついてった日はね、ずーっとね、家のドアに向かってニャンニャン言い続けるんですよ。行き足りないってことなのかな？わかんないんですよね、メールの気持ちは。多分ほとんど思ってる人は多分コメント欄とかでは一個も来てないからおらんかったんでしょうけど、インスタのメッセージで手首の傷が見えてるので、ちょっと隠した方がいいですよっていうコメントが来てて、ちょっとカットみたいな風にしたんですよね。それ隠した方がいいですよみたいな。猫の引っかき傷、ロンの引っかき傷。ロンはね、ちょっとね、気性が激しい子なんでね、機嫌が悪いと引っかいてするんですよね、あの子は本当に。スミとメルはね、どんなに怒っててもね、私を傷つけることってないんですけど、ロンはね、気性激しいんですよね。そういうところが可愛いんですけど、もうおてんば娘って感じで。でも猫のさ、やらかしとか失敗ってさ、全部さ、可愛いよね。可愛いし、なんか猫のせいってさ、思わないよね。猫がさ、壊したりしたらさ、それをそこに置いとった人間のせいやなって思うし、猫はね、何にも悪くないんですよね、ほんと。私もこうやってこの引っかかれたのも私は急に抱っこしたせいやね、ごめんねって思うし、びっくりさせてごめんねって思うし、怒る人いるじゃないですか、たまに動物に対して怒りをぶつける人。信じられないですね。教えるならわかるんですよ。で動物って言葉がさ、伝わらんからさ、教えるって言ったってうまく教えられんじゃないですか。その状況を作ってしまった自分が悪いんやなって思いますよね。最近ちょっとその動物を虐待して炎上したインフルエンサーの記事を読んだんですよ、私。その映像を見て、あら、もうかわいそう、やめてほしいなって。昔、ロンをこうやって、はいってやって炎上しましたけどね。いや、でも、あれさ、ここにたこ焼きがあったんですよ。たこ焼きをさ、鰹節乗っとるしさ、ちっちゃい子猫のロンが食べてしまう可能性あるんですよ。そういう味の濃いものを、どうやってロンが食べる、危ないってことを考えたら、猫は投げても平気なんですよ。何度も言いますけど、運動神経がね、人間とは違いますからね、シャッって投げないでください。もう投げませんけど、言うてもう投げませんけど、
その時もね、ライブの時に、ロンがこう、机の上に登ってこれる状況を作ってた私は悪かったんですよ。だからその炎上もね。でも投げても大丈夫なんだけどな。まあ言い訳か。投げちゃダメだね。ダメだよ。ちっちゃい子を高いするようなもんなんですよね。私とロンの信頼関係がありますからね。はい、投げられたっていう、その二人の信頼関係がありますから、勉強するかもしれないです。ごちそうさまでした。ミルフィーユチーズハムカツめっちゃ美味しかったです。でもちょっと途中で疲れちゃってちょっと寝ちゃいました。でも眠ったら回復してまた食べられるようになりました。でミルフィーユハムカツね、おつまみにもいいしおかずにもいいしとっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。これメルもトントンってやった。皆さん、うがい手洗い忘れずに毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。本日の体重です。そうでしょやばいです。ロンちゃんが遊びに来てくれました。ロンちゃんスリムでいいね。はい。ロンちゃんも体重計乗る。ロンちゃん、心配してるのね、私のこと。太ったって言ってる。